こんにちは、マリコです。動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は私が旅行に行くたびに動画にしているパッキングの様子をシェアさせていただきたいと思います。まずは行き帰りのコーディネートのご紹介からです。トップスはユニクロのコットンクルーネックセーター。合わせているボトムはレイビームスのワイドパンツです。ウエストにデザインがあるパンツで、私が夏によく履いているパンツなんですが、とご紹介しようと思ったらウエスト部分が内側に入っちゃっていたので慌てて外に出して整えています。これで大丈夫そうですかね。すいません。旅行中のアクセサリーは最小限にしたいので、持っていくのは行き帰りにつけていくこちらのシルバー系のネックレスとイヤリングのみにします。旅行アイテムで欠かせない帽子は今回はキャップにしようと思います。靴は歩きやすくリーボックのスニーカーを履いていきます。キャップ、セーター、スニーカーを黒で統一して引き締め感を出しました。ちなみにこちらのパンツ、現地でも履きたいので夏物のパンツを履いているんですが、生地が薄く今の時期だと少し肌寒いので、そんな時の裏技で中にスパッツを履いて防寒対策をしています。こうやって見せちゃうとだいぶかっこ悪いですが、中に1枚スパッツを履くだけでだいぶ暖かくなるので、行き帰りや現地でも同じパンツを履き回すのにはぴったりなのでおすすめです。しゃがんでもスパッツは見えなそうなので安心です。最後にアウターを羽織れば行き帰りのコーデの完成です。ちなみに現地に到着後はすぐにトップスを着替えてしまう予定なので、行きと帰りは同じ格好をして行こうと思っています。続いては到着日の現地のコーデのご紹介です。今回の渡航先は台北。日本よりも気温が高くなるため、到着後に薄着に着替えます。トップスはザラのチュニックに、ボトムは行きに履いていったパンツ、中に履いていたスパッツを脱いで涼しくしました。このままだとトップスも長め、パンツもワイドで少しルーズな印象になってしまうので、トップスをボトムに入れてすっきりさせます。靴は行きに履いていくスニーカーをそのまま履くのでカジュアルな格好になるように、この格好にもキャップを合わせていきます。イヤリングも行きにつけていたものを引き続き使おうと思います。現地で使うバッグはキャンバスタイプのものを靴に合わせて黒のロゴのものにしました。続いて2日目の現地のコーデのご紹介です。ボトムは先ほどのものと一緒で、トップスをビューティー&ユースのブラウスに変更しました。このままだとスニーカーとの相性が少し気になるので、このコーデにもキャップをかぶってカジュアルダウンさせてラフな感じに仕上げます。こんにちは、マリコです。今日はですね、明日からちょっと姉と2人で旅行に行く予定がありますのでこれはい、今日はですね、皆さんに、パッキングの様子を久しぶりにお届けしていきたいと思っています。明日から、姉と2人で台湾に旅行に行くんですけれども、って言っても1泊2日なんですけれども、大好きなパッキングをやっていきたいと思います。で、いつもパッキングは紙にこう書いてある持ち物とかを、見ながら入れていくんですけど、私なんかね、性格的になんかすぐどっかにやっちゃうんですよ、その紙を。だから今回はちゃんとノートみたいな、こういうちゃんとルーズリーフに書いて、持っていくものを保存できるようにちょっと形として残しておかなきゃなと思って今からやろうと思っています。で、いつも私自分が作ったパッキングの動画見ながらそうだこれ入れてるわみたいな感じで、メモしていくんですけど、今日もちょっとそれをやっていきたいと思うんですけど、一緒にコー
の甘いものも飲みながらのんびりやっていこうかなと思っています。それでですね、なんか皆さんの、お役にも立てればなと思って、ちょっとその書いたメモをなんかこうなんだろうな PDF とかちょっとわかんないんですけど、皆さんにもこう差し上げられるような媒体でこう載せられたらなっていうふうに思ってるんですけど、どんな形にしたらいいかちょっとまだ現時点では考えていないので、もしかしたらこう画面上でこうバーっと、項目を書いて、そこをスクリーンショットしていただいて、見てもらうような感じになっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと、私なりに皆さんのお役に立てるようなそのパッキングの持ち物リストみたいなものをちょっとこうチェック入れられるような何かを作っていきたいなっていうふうに今考えています。それではですね、まず私自身が持っていくものをリストアップしていかなきゃいけないので、ちょっとやっていきたいと思います。はい、というわけでここからまたアフレコに戻ります。いつもこんな感じで旅行前には自分が作ったパッキングの動画を見ながら渡航先に合わせて持っていくものをリストアップしていっています。そして先ほどお伝えしたパッキングの持ち物チェックリストがこちらになります。これはあくまでも私の持ち物リストなので、皆さんにとっては不要なものや逆に必要なものが記載されていないとも思います。ただパッキングの際に何か叩き台になるようなこういったリストがあると、そこをベースに持っていくものを足したり減らしたりできて、皆さんのパッキングが少しは楽になればいいななんて思ったので、今回チェックリストということで掲載をさせていただいています。画面右下にプラスで持っていきたいものが書き込めるようにしてありますので、旅行前のパッキングに使ってみようかなと思った方はぜひご活用ください。ここからパッキングを始めていきます。まず最初はスキンケアの詰め替えから。いつも使っている大好きなダイモのラベルライターでラベルを作ります。一泊なので試供品で済ませたいところなんですが、私は肌荒れがしやすい体質なのでいつもの化粧品を持っていきます。入れていくのは過去のパッキング動画で何回もご紹介しているこちらのダイソーで販売されている厚手のチャック袋 A 級サイズです。小さくて数日分のスキンケアの詰め替えにぴったりなので、私のパッキング動画には欠かせないアイテムの一つです。化粧水とクレンジングは詰め替え容器に入れてから、漏れ防止対策としてラップをかけてから蓋を閉めます。詰め替えたスキンケアやヘアケア用品、液体類を透明な袋に入れていきます。洗顔やクリーム、ヘアケアのミルクとジェルも詰め替えていきます。コンタクトはいつもは2ウィークを使用していますが、今回は1デーのものを持っていきます。先ほど詰め替えた化粧水、クレンジング、美容液なども入れていきます。その他には歯磨き粉、香水、目薬、化粧下地を2種類、リップバーム、マスカラ、アイブロウなどを入れていきます。液体類は一つの袋に入れてまとめておきます。続いてメイクアイテムを入れていきます。まずはファンデーション、アイシャドウを2種類、それからチークも入れます。視聴者さんに教えていただいた無印良品のコンパクトなビューラー、小さいサイズ感ながらもまつげをしっかり上げてくれるビューラーで旅行にぴったりです。アイライナー、メイクブラシを2種類、それから動画では漏れてしまっていたのですが、リップを入れ忘れていたので追加で持っていきました。
デンタルフロスはもともとコンパクトなケースに入っていますが、先ほどのダイソーのミニ袋に使う分のみを入れてさらにコンパクトにしていきます。細々したものを入れていきます。こちらはあると便利なビニール袋、歯ブラシ、先ほど詰め替えたデンタルフロス、ホテルの部屋で服やバッグをかけるのに便利な S 字フック、念のための常備薬も持っていきます。ここからはガジェット系を入れていきます。モバイルバッテリーなどは念のためにいつも絶縁テープを貼ってから入れています。私の場合は YouTube の撮影をするので、動画用のカメラとミニ三脚も入れておきます。コンセントプラグとケーブルは USB のタイプ A と C を充電できるものを入れておきます。これらのガジェット系は無印良品のリンクルナイロンマチ付きポーチに入れていつもまとめています。貴重品は旅行時にいつも使っている無印良品のポーチにまとめて入れていきます。パスポートと一緒に現地で参加するツアーのバウチャーや e チケットのコピーなんかも持っていきます。使い込みすぎてゴムが伸びてしまっている旅行用のお財布、中には前回台湾に行った時に残ったお金や交通系のカードも入れておきます。それからあると便利なボールペンも入れておきます。貴重品のポーチは防犯対策として現地用のバッグにつけられるよう無印良品のリール付きストラップをつけておきます。ティッシュは前にもパッキング動画でご紹介した無印良品のものを、大判で1枚でもしっかり手が拭けるこちらのティッシュは旅行の必需品です。ウェットティッシュはセリアで購入した可愛い犬のイラストが描かれたものにしました。これらは先日の福岡旅行で購入したフックコーヒーのポーチに入れていきます。ここからは洋服類のパッキングです。旅行に行くたびにパッキング動画を出しているのでいつもとあまり変わらないんですが、今回新たなパッキンググッズが加わったのでご紹介させていただきます。こちらはトラベル圧縮ポーチでカラフルな色合いが気に入って購入しました。見た目もカラフルなんですが、圧縮前のマチの部分がこんな風にバイカラーになっていてとっても可愛くてお気に入りです。圧縮ポーチに洋服を詰めていく前にポーチの幅に合わせて洋服を畳んでいきます。ポーチの幅に合わせることで無駄な隙間なくすっきり圧縮して入れられるようになります。最初に入れるのはマッサージ後に油分がついてもいいようにさらっと履ける黒いパンツ。というのも以前アジア旅行で足マッサージに行った後、マッサージに使用したクリームでパンツにシミがついてしまったので、今回はその教訓を生かして持っていくことにしました。続いてはパジャマ。台湾は日本よりも気温が高いので夏用のパジャマのズボンと上は半袖の T シャツを持っていきます。それから先ほどコーデをご紹介したトップスを2枚入れていきます。小さいサイズの圧縮ポーチには下着や靴下、ハンカチなどを入れています。こちらの圧縮ポーチは先ほどのミディアムサイズのポーチと同じ色のものもあったんですが、あえて違う色も可愛いかなと思って色違いで購入をしました。
クに詰めていく前に細々したものをアニヤのポーチにまとめていきます。まずは液体系をまとめたジップロック、衛生用品を入れたフックコーヒーのポーチ、それからメイクポーチ、こちらは現地で使う変換プラグ。先日無印良品で新しい変換プラグをゲットしました。コンタクトを外した後に使うメガネも欠かせません。最後は常備薬を入れます。いよいよリュックに荷物を詰めていきます。今回もいつも使っている無印良品のリュックにパッキングをしていきたいと思います。最初に入れるのは一番大きな洋服類を入れた圧縮ポーチ、続いて小さなサイズの圧縮ポーチ、細々したものを入れたアニヤのポーチ、パッキング動画だとリズムよく詰めているように見えるかもしれないんですが、意外といつもこんな感じでああでもないこうでもない言いながら一人で詰めています。圧縮ポーチ2つとアニヤのポーチが無事に収まりました。それからガジェット系を入れたポーチ、このポーチはリュックの外ポケットがぴったりなので、だいたいいつもここに入れています。続いては現地用のキャンバスバッグ。使っていない時は畳んでコンパクトになるので、こんな風に折って持っていきます。貴重品を入れた無印のポーチ。現地でバッグを使用する時にはこんな風にバッグの端っこの部分にリール付きストラップをつけて置き忘れと防犯対策をします。それから携帯。通信手段は以前は現地で SIM カードを購入していましたが、最近は eSIM を使っています。最後にホテルで履くスリッパを入れていきます。外国のホテルはスリッパがないところもあるので、持っていけるときは入れるようにしています。キャンドゥで売っているこちらのスリッパは100円ですが、やや肉厚でお気に入りです。姉の分も持っていってあげようと思うので2つ入れています。機内の乾燥対策用のマスクはリュックの背面に入れていきます。そして今回残念なことに天気予報が雨ということで、モンベルの軽量の傘もリュックのサイドポケットに入れていきます。以上が無印良品のリュック一つで行く台湾旅行1泊2日のパッキングでした。動画を最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。